はい。今日はサクッと短く皆さんに面白いと思う日本語を紹介するポッドキャストの回です。こういう単語を見つけるたびに日本語って面白いなって思うんですけど、皆さん、肩身が狭いという言葉を聞いたことがありますか？肩身が狭い。その場所にいるのが恥ずかしかったり、居心地が悪いって感じるときに使う表現です。それはどんな時でしょうね。例えば、私はお酒が飲めない人なんですけど、みんながお酒を飲んでいるのに自分だけ飲めない時、肩身が狭いなーって感じたりしますね。他にも職場でミスをしてしまって、なんとなくその場所に居づらいなーって思うような時も、肩身が狭いなーって言ったりしますけど、他にも喫煙者、タバコを吸う人は、最近は公共の場所でタバコが吸えるところがどんどん少なくなっているので、喫煙者は肩身が狭いなぁ、なんていう言い方もよくしますね。肩身が狭い、他にもどんな場面があるでしょうね。みんなでゲームの話で盛り上がってるのに、自分はゲームをあまりしないから話に参加できない時とか、辛いものが苦手なのに、みんなが辛い鍋を注文した時とか、こういう場面、なんとなく想像できますよね。あと、このポッドキャストを聞いている皆さんも、もしかしたら身近な場面があるかもしれません。日本語を勉強中で、周りの人がペラペラ話しているのについていけないっていう時、そんな時も肩身が狭いっていう気持ちになりますよね。でも安心してください。皆さんはちゃんとこうして日本語のポッドキャストを聞いてるので、少しずつですけどね、着実に上手くなってると思います。で、この言葉をよく見てみると、肩と身、体ですね。どちらも体の一部の言葉です。肩、身が狭い。で、体を小さくさせてるイメージがあって、その感覚がそのまま言葉になっていますね。まあ、反対に堂々としている、自信がある時は、肩身が広いとは言わないんですけど、肩身が広いという表現はあまり使わなくて、どちらかというと、胸を張るという別の表現はありますね。日本語って面白いですよね。英語で言うと、I feel out of place とか、I feel awkward とかが一番肩身が狭いに近いかもしれませんけど、日本語の肩身が狭いには、ちょっと肩を落として小さくなっているような、目で見てわかるイメージがある気がして、私はこの表現はちょっと面白いなと思ったんですけど、他にもね、腹が立つとか、胸がいっぱい、頭が痛い、みたいに、体のパーツを使った表現はたくさんありますね。また少しずつね、こうやって紹介できたらいいなって思います。はい、今日はここまでにしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。